美咲ちゃん、落ち着いて。この数日いろいろ考えた。俺が悪かった。本当に反省してる。チャンスをくれ。もう一度やり直そう。やり直す？どうやって？あなたが働いて給料を全部私に渡すの？それともお母さんが家政婦になって洗濯や料理をして私に尽くしてくれるの？ふざけないで！私に世話させるなんて夢見てんじゃないわよ。だいたいね、うちの息子が稼いだお金をどうしてあんたに渡すのよ。渡すなら母親の私に決まってるでしょ。お母さんに？そして次男に継ぐんですか？余計なこと言わないで。美咲、いい加減にしなさいよ。健一も謝ってるじゃない。これ以上どうしろって言うのよ。言っておくけど、あんたが離婚したいって言ったところで、そう簡単にはいかないわよ。私の家で、私の人生なのに私が決めちゃいけないの？夢見ないで。健一はサインしないわよ。私もここから出ていかないし、諦めなさい。田中健一。お母さんの言うことはあなたの意思なの。美咲ちゃん、俺は本当に離婚したくない。8年も夫婦だったんだ。許してくれないか。今回だけは約束するよ。今後こんなことは二度と起こさないと。もうあなたたちに騙したられる2軒目の家がないからでしょ。許せって？それでまたあんたたちの家政婦になって、家賃も払い続けて、お母さんに頭を下げ続けろって。何言ってるのよ。家事をしないよ。目がどこにいるの？衆と目を敬わないよ。目がどこにいるの？自分だけと区別だとでも？じゃあどこの姑が嫁の家を乗っ取って、嫁を家政婦扱いして、家畜みたいにこき使うのよ。自分に解消がないからって、夫も息子も解消がなくて、家一軒も買えないから、他人の家を乗っ取ろうって魂胆でしょ。違う？なんですって？美咲、よくも私にそんな口を。私は衆と目を。言って何が悪いんですか？ここは私の家です。父が買った私の家ですよ。8年も住み着いて、8年も私を騙して、まだ住み続ける気ですか？どの口が言うんですか？あなた、田中健一。ここまで来ておいて、あなたの中で、私はどれだけ安い女なら、まだ一緒にいられると思うの？一つだけ聞くわ。離婚協議書にサインするの？しないの？美咲、俺は離婚したくない。見たでしょ？健一がサインしないと離婚できないのよ。裁判を起こしたところで、判決まで2年はかかるわ。その2年間は、ここに住むわ。あんたに何ができるの？言っておくけど美咲、父親があんたの名義にしても、だから何よ。息子と結婚した以上、この家は半分畑中家のものよ。どうしようもないのよ。だから、おとなしく戻ってきて暮らすか。ゆっくり裁判でも起こすことね。2年後の話だけど。だから、そういう魂胆だったのね。離婚を先延ばしにして、居座り続けて、私が根負けするのを待つか、それとも、またに年こき使って、諦めさせようって？もともとそういう運命でしょ？最初の8年は自分の家だと知らずに喜んでやってたじゃない。自分の家だと知った途端、つけ上がってんの？母さん、もうやめて。話しなさい。私、何か間違ったこと言った？たかが一人で何ができるっていうの？健一、母さんの言う通りになさい。長引かせてどうなるか見てやりましょう。いいわ。最後に一度だけ聞くわ。サインしないのね？出ていかないのね？しないし、出ていかないわ。あんたに何ができるっていうのよ。いいわ、わかった。私だって本当は、荒立てたくなかったけど。佐藤様、何かありましたか？山本弁護士。財産横領。脅さないでよ。証拠はあります。8年間の家賃振込履歴、住宅購入契約書、チャット履歴。すべて揃っています。すぐに手続きを進めてください。承知しました。佐藤様、すぐに資料を用意します。他人の財産を横領し、被害額が甚大であるため有罪となれば下されるのは、3年以上10年以下の懲役刑です。円満に別れたかったのに、そっちが嫌だって言うなら、こうなったら、あんたたち親子揃って刑務所に入ってから、強制離婚の手続きを取るわ。でたらめよ。何が財産横領よ。そんなことしてない。したかどうかは、私が決めることじゃない。ここには、あんたたちのチャットの証拠が全部あるのよ。痛い。緑が丘七丁目台に当選、801号室のオーナー佐藤美咲様。ご家族の幸せと万事順調をお祈りします。オーナー、佐藤美咲。私は、佐藤美咲。でも、この家はずっと義母のものだったんじゃ。美咲、下にいるの？上がってきなさい。この家は私が買ったのよ。5000万円。一生かけて貯めたお金を全部つぎ込んだんだから、住んでることに感謝しなさい。8年。私はこの家で8年間ご飯を作り、8年間床を拭き、8年間皿を洗い、さらに毎月義母に3万円の家賃を払ってきた。堂々と受け取る義母を見ても、ひどいとは思わなかった。私の家に住んでるんだから少しは誠意を見せなさい。ずっとこう思ってた。人の家に住むってことは肩身が狭いものだって。
ご飯が冷めちゃうわよ。下で何グズグズしてるの。お母さん、管理組合の。カキにご飯。ケンジたちが待ってるのよ。早くして。早く、冷めると美味しくないわ。ケンジ、このお肉食べてみて。3時間も煮込んだのよ。3時間煮込んだ。煮込んだのは私なのに。その言葉に私はいない。お姉さん、料理上手ですね。どうせ暇なんだから、ご飯くらい作って当然よ。私の家に住んでるんだし、少し働くくらい当たり前でしょ。結婚して8年。彼が母親の前で私をかばってくれたことはない。愛してないからじゃなく、必要はないからだ。彼にとっては母親の言うことが全てで、母親の家母親のルールなのだ。もしか、陸組合の間違いじゃなかったら、もしこの家が本当に私のものだったら。美咲、何ぼーっとしてるの？スープをよそってちょうだい。オーナーの佐藤美咲様。もしこの家が本当に私のものなら、私のこの8年間は何だったの？もしもし、お聞きしたいんですが、マンションの管理組合は何日から営業ですか？お客様、緑が丘管理組合は3日からの営業となります。今日3日だよ。親戚周り本当に行かないの？少し頭が痛いから、やめとくわ。行かないならいいじゃない。なんで無理に誘うの？少しの痛みで怠けて、どこの嫁がこんな風なのよ。佐藤美咲様、あなたがオーナーですねに、2016年1月、一括購入、総額1870万円。1870万円。いや、5000万円じゃないんですか？それは現在の時価でしょう。当時の購入価格は確かにこの額です。こちらが購入契約書のコピーです。ご覧ください。佐藤正夫は父です。支払い人は佐藤正夫、代理人は田中健一。この田中健一さんは旦那様ですね。父は2016年に5月に亡くなりました。この家は亡くなる1ヶ月前に買ったものです。お父さん、健一と籍を入れるつもり。お前が幸せならそれでいい。美咲ちゃん、父さん、お前に用意したものがあるんだ。もう少ししたら教えるよ。でもその1ヶ月後、父は心筋梗塞で急死した。最後に立ち会えなかったし、伝える時間もなかったんだ。それが一体何だったのかを、父は一生かけて貯めたお金で、こっそりこの家を買い、私の名義にしてくれた。嫁ぎ先でいじめられないよう、逃げ道を作ってくれたんだ。でも、それを伝える前に、なのに夫は、最初からすべて、はっきり言うと、この8年間、大きなことはなかった。些細なことばかり、口に出せば、私が敏感すぎると言われるくらいだ。この家は5000万で買ったの。私の一生の貯金よ。住むのはいいけど、はっきりさせておくわ。母さんの家だから言う通りにしてよ。その日から、私はこの家の主ではなく、ただの住人になった。釘なんか打ったら壁がダメになるでしょ。この壁が平米いくらか分かってるの？ 3 年目。地腹を切って新しい食器棚に変えた。12万円。10万円以上もかけてキッチンを改装したの。この家には結構お金を使ってるわ。5年目。義弟の賢治が結婚して、妻の玲子とに花月も居候した。4人分の食器は私が洗う。お母さん、賢治たちがこんなに長くいるのに、家賃は。賢治は私の実の息子よ。親の家に住んでお金を払うの？あんたとあの子を一緒にしないで。彼女と私は違う。私はよそ者だ。よそ者がこの家に住むには、月3万円料理に皿洗い、床掃除。釘は打てないし、カーテンも変えられない。エアコンの温度も26度まで。今日3時間も床掃除したのに、お母さんは一言もなかったわ。何も言わないなら文句ないんだろ。考えすぎだよ。あのボロ箱は捨ててたわよ。物置が散らかってたから、あんたのガラクタ箱邪魔だったのよ。別の箱買って他のところに置きなよ。母さんはああいう性格だから。他のところに置く？自分が住んで8年も経つ家なのに、一つも見つからない。自分のものを置く場所すら。だって私の家じゃないから。お母さんの家で、彼女の言いなり。あら、帰ってくる気はあったのね。親戚への挨拶も行かずに、一人で遊び歩いてたわけ？何してたんだよ。こんな遅くに帰ってきて。早く飯にしてくれ、腹減った。見たことないわよ。あんたみたいな嫁、シュートの家で食べて、シュートの家で来て、シュートが買った大きな家でいい思いしてるのに、こんなに怠けるなんてね。本当はお父さんが私に買ってくれた家なのに、オーナーは私よ。ずっと黙ってて。シュートが買ったと騙してた。その上、私を8年も家政婦扱いして、家賃まで払わせてたなんて。ちょっとご飯作らないで、物置にいて何するの？何やってる？
何してるの？昔のものを探してて。あんたのものなんてとっくに捨てたわよ。早くご飯作りなさいよ。まだ頭が痛いから部屋に戻ります。この怠け者。これは父さんの字だ。美咲ちゃん、父さんは一生かけても大きな財産は残せなかった。この家は父さんが20年貯金して買ったんだ。お前の名義にしたお前だけのものだ。父さんはね、これから何があってもお前が帰る場所を作りたかったんだ。本当は直接伝えたかったが、健一が伝えてくれると言うから、手続きの書類とこの手紙を彼に託した。お前がこの手紙を読む頃には、父さんはもういないかもしれない。でもね、父さんはお前の幸せだけを願ってる。元気に生きてくれ。彼は伝えてくれなかった。手紙をここに隠して私を8年間も騙してたのね。お父さん、安心して。この8年間の苦しみは利息をつけて全て返してもらうわ。離婚訴訟を起こすの。不動産の権利関係は明確で一括購入されており、婚前財産としてあなたが唯一の所有者です。これらに争いはありません。あなたのご要望は離婚し、彼らに代償を払わせることですね。現在、家はまだあなたの名義ですから、彼らは財産横領には問われません。あなたが証拠を提示して、彼らの詐欺行為や財産横領を証明しない限りはね。この8年間の家賃の送金履歴のスクショは？補足の証拠にはなりますが、もっと直接的な証拠。ここから3日間。私は何も言わず、普通にご飯を作り、普通に皿を洗い、普通に床を拭いた。美咲、台所の蛇口から、また水が漏れてるわよ。業者呼んで直して。美咲、ベランダのは何水やった？なんか言えばわかるの？美咲、あの布団干してきなさい。天気がいいのに干さないともったいないでしょ？我慢するためじゃない。調べるためだ。一つ目、不動産と浮気センターに行って、不動産と浮気センターに行って、提供権なし、現状項を確認した。佐藤美咲さん。オーナー、系統権なし、差し押さえなし。二つ目、窓口に行った。父は全財産を私に残してくれた。三つ目、この8年間、義母に払った家賃を調べた。家計簿をつける習慣があるから、2016年7月から2024年12月まで、毎月3万日元、102ヶ月で306万日元、トイレ交換に2万8000日元、給湯器交換に4万5000日元、エアコン交換には1万7000日元。何してるんだ？家計簿をつけてるの。私の給料これだけだし、毎月お母さんに家賃3万日元払わないと、節約するしかないでしょ。そうか。風呂入ってくる。4つ目。これが一番難しい。健一の。健一、権利書はちゃんとしまったわよね。美咲に見られないようにね。しまったよ。物置の一番奥に探したりしないよ。お父さんが亡くなった時、私には何も残さなかったから、ギフさんのこの家は、うちのものってことにしましょう。美咲が知らないのが一番よ。わかってるよ。安心して。健一、この家は今いくらなの？不動産や4000万円くらいだって。おー。当初は1870万円だったのに、今は4000万円。うちが得したわね。変なこと言うなよ。いいこと。この家は将来、検事の名義にするのよ。家がなきゃ結婚できないでしょ。それはまた今度な。健一、検事には話したわ。美咲が35歳になったら、家を検事の名義にするって、手続きのやり方を聞いてきて。母さん、焦らないで。強引にはできないよ。本人のサインが必要なんだ。なんで彼女を呼ぶ必要があるの？あなたは旦那でしょ？なんとかできないの？なんとか考えてみるよ。私を騙すだけじゃなく、私の家を義弟の名義にしようとしている父が一生か。けで貯めたお金なのに、夫も、義母も知っていた。8年。私を、8年も騙してたのね。その日の夜、私は決心した。小正月には田中家には恒例行事がある。親戚の集まりだ。私たちと義弟だけでなく、義母の姉妹たちや健一のいとこたち7、8家族、合わせて20人以上、毎年うちで開かれる。ここが広いから、義母は毎年、親戚の前で同じことを言う。この家は5000万日元で、私が買ったの。私の一生の貯金よ。毎年そういう親戚たちは、毎年義母を褒め、彼女も毎年こう返す。すべては子供のためよ。母、親って大変ね。いいわ、今年の小正月にも言ってもらおうじゃない。全員に聞かせてやる。その後の1週間で、私は3つのものを準備した。1つ目、不動産の権利書原本。銀行の貸金庫を開けた。父が家を買った時、権利書を銀行の貸金庫に入れたんだ。暗証番号はあの手紙の裏に書いてあった。私はずっと知らなかった。この貸金庫の存在を。2つ目、完全な帳簿。8年分の家賃360万日元。内装とか、電で64万4000日元。管理費38万4000日元。合計408万8000日元。前派370万日元だと思ってたけど、明細を見直したら漏れがいくつかあって、408万8000日元。一桁まで正確に計算した。姉さん、聞いてよ。この家、今は5000万円の価値があるのよ。買った時はたった1800万円ちょっとだったの。そうでしょ？私の人生で、これが唯一正しい選択だったわ。言っておくけど、この家のことは私が決めるの。誰に住ませるかも売るのも、私の自由よ。美咲のやつ住めるだけでも、感謝すべきね。3つ目、録音データ。
録音時間は4分12秒。一言一句、明日のメニューは決めた。母さんが16品作れってさ。ええ、決めたわ。じゃあ早く起きろよ。8時から準備しろ。ええ。すべての準備は整った。この8年間の言うべきことは一言も残さず言ってやる。魚は十分大きい？去年のは小さかったからね。姉さんが足りないって言ってたわ。十分です。スペアリブはよく煮込んでね。この前みたいに硬くしないでよ。わかりました。16品だからね。少なくしないでよ。しません。今日は人数が多いから、ギネーさん一人じゃ手が回らないわ。配膳を手伝ってあげて。わかった。まあいいわ、今日で。もうやらないわ。さあさあ、みんな座って。和子、この家広いな。5000万円だもんな。すごいわね。カスコが一生に一度の大きな買い物をして報われたわね。いやいや、すべては子供のためよ。親って大変なのよ。さあさあ、食べましょう。待って。美咲、どうしたの？お母さん、食事の前に言いたいことがあります。この家は私のものよ。何を住まわせようの私の自由よ。売りたきゃ売るわ。あんた、録音したの？これは、この家の権利書です。皆さん、見てください。所有者の欄に誰の名前が書いてあるか。母さん、どういうことだ？美咲さんに名義変更したのか？お母さん、ずっと前からこの家を検事にくれるって約束したじゃない。美咲さんが35歳になったら私たちに名義変更するって、今更どういうことよ。違うの。名義変更なんてしてないわ。彼女にはあげてないわ。じゃあこれは何よ。オーナー佐藤美咲の文字が読めないとでも？母さん、玲子と結婚して6年。ずっと60ペーベーのボロ屋暮らしだ。この家はいつか俺たちのものになるって、待ってろと言ったよな。その結果がこれか？他人に家を渡すなんて。ええ、私は他人ですよ。お母さん、何か言ってよ。なんで彼女にあげるの？いい、くるめられでもしたの？孫だって産んであげたのに、なんで私じゃなくて彼女なの？姉でないわ。チカって言うけど、本当にあげてない。この家はもともと。もともと何だよ。言ってくれ。兄貴、言ってくれ。母さんが俺に家をくれるって言った時あんたも賛成したよな。今更どういうことだよ。義姉さんに俺たちをはめさせたのか？実の弟だぞ。彼らが言わないなら、私が言うわ。これが当時の購入契約書よ。皆さん、よく見てください。支払い人は誰ですか？やめて！支払い口座。佐藤正夫？佐藤正夫って誰だ？佐藤正夫は、私の父よ。この家はもともと父が、私一人のために買ってくれたの。母さん、今の本当なの？あの夫婦は何も知らなかったのね。私のいいお母さんに、いい夫。みんなを騙してたのね。健一、なんとか言いなさい。その話は後にしよう。まず飯だ。どうしたの健一？認めない気？和子、一体どういうこと？あなたが勝ったんじゃなかったの？この家実は。お母さん、家に来いなら、私が代わりに言います。いいえ。この家は、父の佐藤正夫が2016年1月に一括で購入し、私の名義で登記したんです。父は亡くなる前に、すべての手続き書類と一通の手紙を健一に渡し、私に伝えるよう頼みました。美咲、恥をかかせる気か。もうやめろ。でも、健一は私に伝えず、手紙と書類を物置部屋の一番奥の段ボールに隠して、お母さんと口裏を合わせて、この家はあなたが買ったと私に言った。5000万に本円、一生分の貯金なんて。でたらめよ！全部偽物だわ！私が火事をさせた腹いせに、こんな偽物を作って、私に恥をかかせる気ね。この女の言うことなんて信じないで！ああ、いいわ。じゃあ聞くけど、お母さんの年金は月3万8000日本円で、実家の家は2012年に190万日本円で売った。一生の貯金だって300万日本円を超えたことがないのに、この1870万日本円の家を。どうやら美咲さんの話は本当みたいね。和子はなんてことするんだ。嫁の家なのに、自分が勝ったと嘘をつくなんて。何より、あの子の実の父親が買ってあげたい絵なのよ。それを乗っ取ろうだなんて、ひどすぎるわ。あの子を追い出したとでも？この家に住むなとでも言ったって言うの？美咲、よくもやってくれたわね。私は別にひどいことをしたわけじゃないわ。なのに、舅の私に対してここまでするなんて。でも、さっき義弟さんが、お母さんが家を自分に名義変更するって。私は、ただ言ってみただけよ。本当にしろとは言ってないわ。言わなかったのか。それともサインさせる暇がなかったのかしらね。
美咲が35歳になったら家を検事に名義変更する。お姉さん、あなた、よくそんなことできるわね。本当に嫁の家を騙し取るつもりだったのね。数千万円の家を騙し取るなんて、さすがに筋が通らないぞ。あんた、よくも健一のスマホ。美咲ちゃん、もういいだろう。全部誤解なんだ。何を焦ってるの？まだ終わってない。家族のためだったのよ。わざと騙したわけじゃないわ。あなたが世間知らずだから。若いのに。こんな大きな不動産を持ってたら、万が一。万が一何？私が家を売っちゃうから？お母さんを住まわせないから？世話をしなくなるから？そうよ。騙したのは悪かったわ。でも私はあなたの姑よ。こんなに年を取って、もう先は長くないのよ。お母さんには、お母さん、情に訴えても無駄ですよ。この8年間、自分の家だと言い張って、私に家賃を払わせ、親子で私を家政婦扱いして、おまけに名義変更して、私を追い出そうとした。それなのに死ぬの生きのって言葉で私がまだ脅されるとでも。家賃まで？知らなかったの？和子が自分の家だって、美咲ちゃんに毎月3万円払わせてたのよ。自分の家なのにお金を払って済むなんておかしいじゃない。そうね。素直に謝るべきよ。相手のためだなんて今時通用しないわ。ないわ。でたらめ言わないで。毎月3万円の家賃を8年間払い続けた。合計で306万円。8年の間の大小様々なリフォームも。私がやったのよ。管理費を合わせると408万8000円。これが明細書よ。振込証明が必要ならここにあるわ。それに加えて8年間食事を作り、8年間皿を洗い、8年間床を拭いた。これは私のバカな授業料として請求しないわ。でもこの408万8000円は1円たりとも負けないわよ。なんでそんな計算するのよ。家族じゃない。家族なのに8年も私を騙して。家族なのに自分の家で家政婦扱いして家政婦扱いしたのよ。家族なのに私の家を議定に名義変更しようとした。わかった。返すから。もう騒ぐのはやめてくれ。どうしても俺たち家族に、みんなの前で恥をかかせたいのか？家を騙し取るような人たちが恥を恐れないのに、私が気にすると思う？お前！家のことは俺が悪かった。だけど家族じゃないか。誰の名義だろうと関係ないだろう。そこまでこだわる必要があるのか。母さん、今まで受け取った家賃を彼女に返してくれ。美咲、母さんも最初は俺たちが貯金できないのを心配したんだ。お前の金が目当てだったわけじゃない。母さん、何ぼんやりしてるんだ。みんなに思われてもいいのか。俺たちがその400万円目当てだって。俺は、母さん、早くしてくれよ。そのお金、全部検事に渡したわ。もうないわ。なんだって？でたらめ言わないでよ。検事は関係ないでしょ。母さん、今なんて？あの金、全部検事に渡したのか。検事のところは生活がカツカツでしょう。ハルトのが区費もいるし、ローンもあるし、親として助けてやらないと。今まで一度も俺に言ってなかっただろう。母さんがくれたんだからかってでしょ。なんで私たちに怒鳴るのよ。検事、あれは俺たちの金だ。美咲が母さんに渡した家賃だぞ。なんでお前がもらうんだよ。あんたたちの金？母さんがくれたんだから母さんのだろ。誰に渡すかは母さんの自由だ。身元七構われね。もう一度言ってみろ。言っただろ。母さんがくれたんだ。あんたには関係ない。文句があるなら母さんに言えよ。なんで俺に当たるんだよ。健一何するの？実の弟でしょ？家族なんだから。そんな細かいこと気にしないで。家族だと？俺たちが8年も払った金をあいつに全部渡したのか。俺のことは全く考えてない。これが家族だって。母さんは俺に家を検事の名義にしろって。俺たちは家族だろって言ったよな。今俺と美咲が母さんに渡した家賃も全部あいつに渡した。なら俺は何なんだよ。健一、勘違いしないで。私よ。私たちじゃない。あの金は私一人で払ったの。あなたに。俺たちは夫婦だろ。お前のものは。今になって夫婦だなんて言うの？あんたたち田中家が私をよそ者扱いして騙したときは、どうして夫婦だと言わなかったの？私の前で、そんな言い訳は通用しないわ。私の手元には、この8年間の送金記録が全部あるの。このお金は健一、あんたであろうと田中家であろうと、絶対に返してもらうからね。和子、あなたがやってることは間違ってるわ。お金は返してあげなさい。そうよ。美咲さんのお金を検事に渡すなんてどういうこと？兄嫁のお金を取って弟を援助するなんてありえないわ。そうよ、和子。あなたが間違ってるわ。黙りなさい。家はあんたの父親が買ったと言うなら、いいわ。認めるわ。でも忘れないで。あんたの父親は手続きを健一に任せたのよ。健一に任せたの。あんたじゃなくてね。だから彼の意図は明らかよ。
この家は夫婦二人のものだってこと。あんた一人だけのものじゃないわ。夫婦二人の家に、姑の私が住むのは当たり前よ。私の父の意図を、あなたにあれこれ推測する権利はないわ。とにかく絶対そういう意味だったはずよ。それに、家賃のことも、姑への親孝行として、あんたが自発的に払ったんじゃない。私が脅して払わせたわけじゃないわ。それに嫁なんだから、姑に親孝行するのは当たり前でしょ。みんなもそう。だから、お金を返す気はないってことね。返すも何もないわ。姑にお金を要求するなんて、ないわよ。この8年間の振り込み履歴は全部あるわ。ああ、そうだ。混同しないように、毎回振り込むときに家賃ってメモしたの。よくも美咲 !8 年前から私を陥れようと、うちの田中家を計算してたのね。無駄口は叩かないで。とにかく、証拠はすべて揃ってるわ。このお金を返さないなら、あなたたちは詐欺を、法廷で会いましょう。母さん。どういうこと？まさか、姑と夫を刑務所に入れる気？どう思う？お天道様が許さないわ。嫁が姑を刑務所に入れようとしてる。なんて冷酷なの。刑務所行きだなんて。ちょっとやりすぎじゃない？そうよ、家族なんだし。そこまで騒ぎ立てる必要ないでしょ。和子ももういい年なんだから。他人事だと思って口出しするなら、代わりにあなたたちが、その400万を返してよ。どうせ、あなたたち、私たちが借りたわけじゃないのに、なんで返すのよ。返すにしても、健一と健二の兄弟の問題だろ。俺はあの人の金なんて取ってないぞ。母さんが喜んでくれたんだ。出所なんて知るかよ。そうよ。私たち夫婦には関係ないわ。健二。今日のこの場にいる全員が証人よ。408万8000円。1円たりとも妥協しないわ。誰が返すかは田中家ではなし合って。この料理が私は田中家に作る最後の食事よ。ゆっくり味わって、良い言小説を、さようなら。美咲、どこ行くんだ？健一。離婚届にサインしてね。俺取り婚するって。何よ、健一。私ってそんなに都合のいい女。8年も私を騙して家政婦扱いしてきて、すべてを知った後でも一緒にやっていけると思う。家はないんだ。家の件は一時の迷いで。でも君を家政婦扱いなんてしてない。君のお金を求めたわけでもない。どうだか、自分が一番よくわかってるでしょ。健一。この嫁は大知らずすぎるわ。こんなに騒いで、私を死に追いやるつもりなの？離婚を盾に、あんたを脅すなんて。母さん話してよ。美咲。いいですね。証拠も揃っています。いつでも提訴できます。お父さん、ごめんなさい。お父さんの娘は8年もバカだった。胸を痛めてるよね。安心してあの親子にはもう台無しにさせない。残してくれたものを。まったくもう、美咲のやつ、親戚の前で大恥をかかせておいて、自分は外に隠れてるんだから、帰ってきたらたっぷり説教してやるわ。母さんもうやめてくれ。もしもし、田中健一さんですか？はい、どちら様で？私は佐藤美咲さんの代理人の弁護士の山本と申します。はい。佐藤さんに代わり、お伝えします。離婚訴訟と債務返還の法的文書はすでに裁判所へ提出しました。間もなく裁判所から呼び出し状が届きます。なんだって？ありえない。また緑が丘線、801号室の唯一の所有者として佐藤美咲様は期限内の待機を求めています。出て行くようにと。冗談じゃない。美咲はどこだ？電話を代われ。私はすでに佐藤さんの依頼を受けています。何かあれば私にお話しください。こちらには十分な証拠があります。8年間の送金記録、売買契約書、そしてあなたたちが企てた不動産名義変更のチャット履歴です。田中さん、覚悟することですね。あいつ、本気なのか？もしもし、やっと電話に出たな。この3日カンナにしてたんだ。早く帰ってこい。ちゃんと話し合おう。帰ってどうするの？家政婦にでもなれって。家政婦扱いなんてしてない。俺の母さんだぞ。とりあえず帰ってこい。ちゃんと話し合おう。な。当ててみようか。15日の日に食べたご飯。今日は18日3日過ぎたわね。テーブルの上の残飯。誰か片付けた？倒れたコップもそのまま。落ちたゴミもそのまま。食器が私を待ってるのね。帰って洗えって。健一、家政婦扱いしてないって言うけど、じゃあこの3日間親子で家で何してたの？この3日間、あなたたちはカビが生えるの懲り物と過ごしても、自分では動こうとしない。私が帰れば全部私の仕事になるからね。違うんだ美咲。俺の話を聞いてくれ。健一。帰るわよ。本当よ。じゃあ、いつ？私が帰るときはね、あなたと和子が私の家から出て行くときよ。数日時間をあげるから荷物を。どういう意味だ？本当に俺たちを追い出す気か？頭でもおかしくなったのか？おかしくなんてないわ。私の家よ。取り返して当然でしょ。何？今になって怖くなったの？
怖いんじゃない。必要ないって言ってるんだ。こんなに大騒ぎするなんて。母さんはもう年だ。法律なんてわからない。どうしてムキになるんだ。お母さんと結託して8年も私を騙した時は随分と頭が回ってたじゃない。健一、山本弁護士からすべてはっきり聞いたでしょ。408万8000円、1円たりとも負けないわ。家からも出て行って。ここは俺の家だ。どこに引っ越せって言うんだ。あれは私の家よ。どこへ引っ越すかは、あなたの勝手よ。美咲、俺は夫だぞ。8年も夫婦だった。そんなには苦情なのか。8年夫婦 ?8 年も私を騙して、苦情なのはあなたよ。私じゃないわ、健一。お父さんが私に買ってくれた家で私に8年間も家賃を払わせて、その上、400万円を全部弟に渡したくせに今更夫婦の情。寝言は寝ていって。もしもし。どうしたの？なんで叫んでるの？美咲が離婚するって。ただの脅しよ。30過ぎの女が離婚なんてできるわけないでしょ。もう弁護士から電話が来たんだ。離婚だけじゃなく、俺たちはこの家から出て行けって。何よ？ありえないわ。ここには8年も住んでるのよ。なんで私が出て行くの？美咲のやつ、調子に乗ってるんじゃないの？私を脅す気？私はシュートなのよ。すぐそうじゃなくなるかもな。母さんがこの8年間、あいつを家政婦扱いして家賃まで取ってたから、あんなに怒ってるんだよ。私はシュートなのよ。それくらいとうぜんじゃない。たった一回騙しただけでしょ？別に損したわけじゃないし、家はまだあの子の名義だし、あんたが適当に機嫌を取ればいいのよ。怒りが収まればきっと戻。美咲姉さん、休み明けで、みんなだるそうなのに、なんでそんなに楽しそうなの？そんなに仕事が好き？そんなに顔に出てる？だって見てよ、すごい笑顔だよ。いいお正月を過ごせたみたいね。すっかり元気になって。以前は毎月の給料から家賃を3万円払ってて、残りから生活費を引いたらほとんど残らなかったの。これからはその分が浮くから仕事のやる気も出るわ。いい年明けになったわ。意見さんが迎えに来てるよ。通りでね、美咲姉さん、年明けから夫婦仲が良くなったんだね。なんであの人が。ほんと幸せ者だね。私、離婚するの。手続き注意を言っておくけど、義兄さんと呼ばないで、もう上がるね。お先にバイバイ。あれ、おかしいな。離婚するのになんで美咲姉さんはあんなに。何のよ？もう何日も家に帰ってないじゃないか。もう気は済んだだろ。迎えに来たんだ。迎えに来ただと？そうだよ。母さんがご飯を作って俺たちが帰るのを待ってるんだ。この数日ずっと外泊しててちゃんと食べたり寝たりできてないだろ。ほら、痩せたじゃないか。やめて。残念だったわね。ここ数日はホテルに泊まってて、美味しいものを食べて、よく眠れてる。過去8年間のどの日よりもずっと快適に過ごしてるわ。健一、もしあなたがそんな見せかけの優しさで私をコントロールしようとしたり、何事もなかったかのような態度でごまかそうとしてるなら悪いけど、だよ。どうしてそんな風に考えるんだ。君を心配してるだけなのに。8年間も、私のことなんて気にも留めなかったのに、今更思い出したの？本当に私を心配してるなら8年も騙し続ける。私が日々一層牢のみだと思い込んで毎日怯えてるのを追い出されてホーメルスになるんじゃないかって。違うのか？健一、私があなたに何をしたっていうの？どうしてそんなひどいことができるの？俺、怖かったんだよ。お父さんがあんな高い家を買って君だけの名義にしたから、その時思ったんだ。君が知ったら俺が釣り合わないって見下すんじゃないかって。俺なんて普通のサラリーマンで稼ぎも少ないし、だから。そのちっぽけでくだらない劣等感で私を騙したの？長く騙す気はなかった。最初はただ言い出せなかっただけで、時間が経つにつれてもっと言えなくなったんだ。知られるのが怖くて。知られたらどうなるって。私が自分の家を持っていると知って野平を返すと思った。私が家を持ったらお母さんの世話をしないと思った。見下されるのが怖かったの。なのにあなたは最初から最後までずっと私を笑い物にして復讐してたのね。まさか、そんなことない。ないですって。じゃあこの8年間、お母さんがどれだけ私を家政婦扱いしてこき使ったか知ってる？美咲、キッチンの水がまた漏れてるわ。業者を読んで直して。私が毎月3万円の家賃を払い、顔色を伺って追い出されるかと怯えてたの知ってる？私の家に住むんだから、家賃くらい払って当然でしょ。お母さんがあなたの契約書を隠すために、父の形見を全部捨てたの知ってる？あのボロ箱は捨てたわ。物置が散らかってたし、あんたのガラクタが邪魔だったのよ。全部知ってたんでしょ？全部見てたんでしょ？それは全部母さんがやったんだ。全部お母さんのせいにしないで。あなたが全ての主犯で、お母さんは最大の共犯者よ。どうしてそんな風に考えるんだ？最初は本当にこんなことになるなんて思わなかった。そうね。本当に思ってなかったかもしれないけど、あなたは恩恵を受けたわ。私の家に住んで、私の世話になって、だからお母さんが私を侮辱しても、私が耐えてても平気だったのよ。健一、私は今すぐ、あなたや、お母さんと縁を切りたいの。離婚しましょう。美咲、落ち着いて話してくれ。すぐに離婚って言うな。
ああ、家のことは俺が謝る。でもこの一件だけで、全てを否定しないでくれ。俺たちのこの8年間を、母さんは確かに少し気が強いし、ずっと君に無理をさせた。でも俺の君への気持ちは、君自身が分かってるだろう。健一、まさかこの8年間、私に。俺の何が悪い？浮気もしないし DV もしない。家の件以外で、他に何か悪いことしたか？母さんへの不満を、俺に八つ当たりするなよ。浮気もしないし DV もしない。それが私を大切にしてるってこと。あなたは本当に分かってない。自分がどれだけ人を疲れさせるか。この8年、私は家のことを全部一人でやってきた。あなたは一度でも手伝ってくれたことがあった。あなた、母さんが今日は大掃除だって、私一人でやったら一日じゃ終わらないかも。母さんもひどいな。君一人にやらせるなんて。焦らずゆっくりやりなよ。ご飯は遅くなってもいいし、俺も今は腹減ってないから。あなたはいつも口先だけの言葉でごまかして、ちっぽけな優しさを施すだけなのね。今月、風邪で病院に行って少し出費があって。母さんに家賃を払ったら、残りが少なくなっちゃって、少しお金をくれないかな。とりあえず節約して使ってよ。足りなくなったら言って。俺のものは君のものだ。夫が妻を植えさせたりしないよ。あなたはいつも、俺のものは君のものって言うけど。でもこの数年間、家のあらゆる出費は全部私の給料で払ってきたわ。それなのにあなたは、口先ばかりで、私はあなたのスマホのパスワードすら知らないのよ。あのボロ箱なら、捨てたわよ。ふん。ここは母さんの家だし、母さんがそうするなら、俺にもどうしようもない。分かってくれよ。あなたはいつも私に我慢しろって、譲歩しろって言う。私を騙すためなら、父の遺品を捨てることすらいとはない。いつも無実を装って、何も知らないふりをする。私の苦労は見えないし、私の悔しさにも気づかない。適当な言葉を並べるだけで、自分には関係ないって顔する。誰が想像したかしら。私の8年間の悔しさの元凶は、あなただったなんて。美咲、どうしてそんな風に思うんだ？俺の妻なんだから、家事をして親孝行するのは当たり前じゃないか。家一つだけで、すべてを俺のせいにするなよ。当たり前？当然だ。家が私のものだってことは置いといて。私だってあなたと同じように働いてるでしょ。同じように働いてるのに、どうして私が家の家事を全部やらなきゃいけないの？あなたの仕事の方が偉いから？それとも、あなた自身が偉いわけ？そういう意味じゃない。それにあなたのお母さんでしょ？親孝行は息子がすべきよ。どうして当然のように私に押し付けるの？私を一日たりとも育ててないのに、なんで毎月3万に地限も渡して、次男を援助させなきゃいけないの？私は人間よ。どうして田中家のために、馬車馬のように働いて、一生搾取されなきゃならないの？俺たちは夫婦だ。親、孝行するのは当然だろう。じゃあなんで横取りできたの？父が私に残してくれたものを、父は一生かけて35年も教団に立ち、1700は地10万に地限も貯めて私にくれた。私がいじめられないように逃げ道を残してくれたの。あなたは手紙を8年も隠して、平然と横取りしてた。父が残してくれたものを娘方中家のために馬車馬のように働くのを霊眼視して、それがあなたの言う親孝行なの？娘を頼むよ。絶対に大切にしてやってくれ。いいな。はい、おぎふさ。安心してください。ごめん。俺もこんなことになるとは思ってなかったんだ。何が一番悲しいか、わかる？この8年間、一度でも、たった一度でも、自分から真実を話してくれたら許せたかもしれない。1年目に言ってくれたら怒るだろうけど、理解できたわ。出来心だったって、3年目なら辛いだろうけど、自分を納得させられた。言えなかったんだって、5年目なら悲しいだろうけど、自分を騙せたわ。あなたにも良心があるって。でもあなたは8年目を選んだ。いや、あなたが選んだわけじゃない。私が自分で気づいたのよ。8年目にして、あなたは図に乗って、私を騙して名義変更させ、この家を完全に田中家のものにしようとした。ごめん、俺。本当は、そんな気はなかったんだ。ただ、母さんに言いくるめられて、それでつい。今になっても、まだ責任逃れする気。田中健一、どの面下げて私に会いに来て、戻ってきて一緒に暮らそうだなんて言えるの？さっさと私の家から出て行って。さもないと不法侵入で訴えるわよ。美咲ちゃん、俺が悪かった。チャンスをくれ。
頼む。一度だけでいい誓うよ。もう二度と騙さないし、絶対に辛い思いはさせない。本当に反省してるんだ。反省してるんじゃないわ。この先。5000万に地源の家に住めなくなるのも無料の家政婦がいなくなるのよね。私の見る目がなかったわ。おかえり、美咲はまだ上がってこないの？言っただろ。今日俺が美咲を迎えに行くから、ご馳走を作って待っててくれって。これがその飯か。そうよ。私たち3人だけだし、3品で十分でしょ。それに、私何年も基地に立てないから腕がなまってるのよ。今後はやっぱり、美咲にやってもらわないとね。あなたはしてないって。じゃあこの8年間、おぎぼさんがどれだけ私をこき使い、奴隷のように、家政婦扱いしたか知ってる。私が毎月3万の家賃を払って顔色を伺いながら、追い出されないかと怯えてたのを知ってる。彼女があなたの住宅購入契約書を隠すために父の遺品を全部捨てたこと、知ってるの？言っただろ。美咲に謝るって家のことで。姑である私が本当に嫁に土下座なんてできるわけないでしょ。謝れなくても、おかずを2品作って誠意を見せれば十分よ。あの子、これ以上何を望んでるの？誰が土下座しろって言った。ただおかずを増やせって言っただけだ。美咲が家にいた時は毎食14歳で、正月は一人で10品以上作ってたんだぞ。今は俺たちが謝る側なのに、漬物だけで済ませようとするなんて。同じなわけないでしょ。あの子は嫁なのよ。姑の世話をするのは当然でしょ。もういいわ。私にも考えがあるの。で、美咲は？彼女が来なくてよかったよ。母さんのこんな態度を見たら、もっと俺を許してくれなくなる。まだ意地張ってるの？見物ね。いつまで強がれるかしら。そりゃ強気にもなるさ。俺取り婚するって言ってるんだから。母さんどうしても、誠心誠意謝る気がないなら、荷物をまとめてくれ。俺たち、ここを出るよ。彼女は、本当に離婚する気？私たちを追い出すってふざけてるわ。嫁が姑を家から追い出すって言うのね。15日の日に親戚の前で、あれだけ恥をかかせておいて、こっちはまだ文句も言ってないのに、よくもまあ、自分は外に隠れて帰ってこないで、私を追い出そうなんて、冗談じゃないわ。夢見てんじゃないわよ。母さん、もう言わないでくれ。私のどこが間違ってるのよ。それに、たかが家っけんじゃない。ここに8年も住んでるのよ。私たちのものよ。追い出す権利なんてないわ。健一、あの子に承諾してないわよね。俺が承諾しなくても意味ないだろう。これは婚前財産なんだ。美咲の父さんが買ったんだよ。名義も彼女一人のものだし。取り返すなんて簡単なことなんだ。冗談じゃないわ。あんたたちは夫婦で、私は姑なのよ。あんたバカなの。出ていかないわよ。どうにもできないわ。この家はね、お父さんが美咲に残したものよ。売れるわけないの。私たちが居座って、あんたが離婚を拒否すれば、戻ってくるしかないわ。私たちと一緒に暮らすのよ。考えてみて。まさか家を爆破するわけにもいかないでしょ。一緒に住んでいれば、嫌でも顔を合わせるのよ。機嫌をとって、いい顔をしておけば、情にほだされて、そのうち、離婚しないって言うわ。でも弁護士を雇ってるんだ。弁護士がなんだって言うの？家庭の揉め事で裁判所が私たちをつまみ出せるわけないでしょ。母さんの言う通り、意地でも居座るの。あいつに何ができるって言うの？言わせてもらうけど、あんたが甘やかしすぎなのよ。騒ぎたいなら騒がせておきなさい。数日経ってつまらなくなれば自然とおとなしくなるわ。じゃあ引き伸ばすか。引き伸ばそう。いつまで強がれるか。山本弁護士です。佐藤さん、ちょっとご報告があります。はい、なんでしょう。ここ数日、ご主人の田中健一さんに内容証明を送り、電話もかけ、離婚協議書も送りましたが、全く反応がありません。一つも返事がないんですか？電話には出ず、内容証明は受け取り拒否、離婚協議書を送っても送り返されました。この様子だと、彼はこのまま長引かせるつもりですね。本当に厚かましいわね。じゃあ、いつまで長引くんですか？もし彼らがずっとこんな風に逃げ回って協力しない態度を取るなら、訴訟を起こすしかありません。その間、かなりの時間がかかります。立件、送達、期日の決定だけで、数ヶ月かかることもあります。裁判になると、1、2、年結果が出ないこともあります。わかりました。つまり彼らの狙いは、ひたすら長引かせることね。その可能性が高いです。多くの離婚案件がこうなります。特に女性から離婚を申し出た場合、男性が協力しないと女性は焦るしかありません。覚悟しておいてください。この過程は、とても長くなります。ダメです。あれは、父が残してくれた家です。絶対に取り戻さないと。これ以上無駄な、時間を過ごす暇はありません。離婚に、そんなに時間がかかるなら、他の件はどうですか？というと。向こうが容赦しないなら、こっちだって容赦しません。チャンスを与えて円満に別れるつもり。美咲帰ってきたの？あら、帰ってくる気はあったのね。
てっきり外での生活が癖になったのかと。ここは私の家よ。帰ってきて何が悪いの？自分の家だからって偉そうに、結局は私に快適に住まわせてるじゃない。健一、逃げても何の解決にもならないわ。子供みたいなことやめてくれる？弁護士の電話を無視して、離婚協議書を拒否すれば、これで全部、なかったことにできるとでも？これが離婚協議書よ。サインして、そして出て行って。サインなんてしないわよ。言っておくけど、美咲、離婚して追い出すなんて無理だからね。兵器よ。10部あるから、1部破られてもまだ9部あるわ。絶対に離婚しても美咲ちゃん、落ち着いて。この数日いろいろ考えた。俺が悪かった。本当に反省してる。チャンスをくれ。もう一度やり直そう。やり直す？どうやって？あなたが働いて給料を全部私に渡すの？それともお母さんが家政婦になって洗濯や料理をして私に尽くしてくれるの？ふざけないで！私に世話させるなんて夢見てんじゃないわよ。だいたいね、うちの息子が稼いだお金をどうしてあんたに渡すのよ。渡すなら母親の私に決まってるでしょ。お母さんに？そして次男に継ぐんですか？余計なこと言わないで。美咲、いい加減にしなさいよ。健一も謝ってるじゃない。これ異常度しろって言うのよ。言っておくけど、あんたが離婚したいって言ったところで、そう簡単にはいかないわよ。私の家で、私の人生なのに私が決めちゃいけないの？夢見ないで。健一はサインしないわよ。私もここから出ていかないし、諦めなさい。田中健一。お母さんの言うことはあなたの意思なの。美咲ちゃん、俺は本当に離婚したくない。8年も夫婦だったんだ。許してくれないか。今回だけは約束するよ。今後こんなことは二度と起こさないと。もうあなたたちに騙し取られるに懸命の家がないからでしょ。許せって？それでまたあんたたちの家政婦になって、家賃も払い続けて、お母さんに頭を下げ続けろって。何言ってるのよ。家事をしないよ。目がどこにいるの？姑目を敬わないよ。目がどこにいるの？自分だけと区別だとでも？じゃあどこの姑が嫁の家を乗っ取って、嫁を家政婦扱いして、家畜みたいにこき使うのよ。自分に解消がないからって、夫も息子も解消がなくて、家一軒も買えないから、他人の家を乗っ取ろうって魂胆でしょ。違う？なんですって？美咲、よくも私にそんな口を。私は姑よ。言って何が悪いんですか？ここは私の家です。父が買った私の家ですよ。8年も住み着いて、8年も私を騙して、まだ住み続ける気ですか？どの口が言うんですか？あなた、田中健一。ここまで来ておいて、あなたの中で、私はどれだけ安い女なら、まだ一緒にいられると思うの？一つだけ聞くわ。離婚協議書にサインするの？しないの？美咲、俺は離婚したくない。見たでしょ？健一がサインしないと離婚できないのよ。裁判を起こしたところで、判決まで1、2年はかかるわ。その2年間は、ここに住むわ。あんたに何ができるの？言っておくけど美咲、父親があんたの名義にしても、だから何よ。息子と結婚した以上、この家は半分畑中家のものよ。どうしようもないのよ。だから、おとなしく戻ってきて暮らすか。ゆっくり裁判でも起こすことね。2年後の話だけど。だから、そういう魂胆だったのね。離婚を先延ばしにして、居座り続けて。私が根負けするのを待つか、それとも、またに年こき使って、諦めさせようって。もともとそういう運命でしょ？最初の8年は自分の家だと知らずに喜んでやってたじゃない。自分の家だと知った途端、つけ上がってんの？母さん、もうやめて。話しなさい。私、何か間違ったこと言った？たかが一人で何ができるっていうの？健一、母さんの言う通りになさい。長引かせてどうなるか見てやりましょう。いいわ。最後に一度だけ聞くわ。サインしないのね？出ていかないのね？しないし、出ていかないわ。あんたに何ができるっていうのよ。いいわ、わかった。私だって本当は、荒立てたくなかったけど。佐藤様、何かありましたか？山本弁護士。財産横領。脅さないでよ。証拠はあります。8年間の家賃振込履歴、住宅購入契約書、チャット履歴。すべて揃っています。すぐに手続きを進めてください。承知しました。佐藤様、すぐに資料を用意します。他人の財産を横領し、被害額が甚大であるため有罪となれば下されるのは、3年以上10年以下の懲役刑です。円満に別れたかったのに、そっちが嫌だって言うなら、こうなったら、あんたたち親子揃って刑務所に入ってから、強制離婚の手続きを取るわ。でたらめよ。何が財産横領よ。そんなことしてない。したかどうかは、私が決めることじゃない。ここには、あんたたちのチャットの証拠が全部あるのよ。痛い。私の手が折れちゃったみたい。嫁な姑をぶったわ。美咲、母さんが悪いとしても、突き飛ばすことないだろ。手が折れたわ。
弁償して、絶対弁償よ。この家で賠償しなさい。何笑ってるんだ。母さんがこんなに怪我してるのに。私を騙す気？忘れてない。この家に監視カメラがあること。どうやら、今日活罪も追加してほしいみたいね。でたらめ言わないで。サインしないなら、それでいいわ。私は構わない。刑務所に入った元夫と、元姑が一人増えてもね。あんたたちが入った後、裁判所に今日整理婚を申請するから。健一、この子本気よ。刑務所は嫌よ。美咲、そこまでやるのか。あんたたちが教えたのよ。わかった。美咲、俺たち本当に他に道はないのか。8年だぞ。それとも刑務所にはいる？自分で選んで。3日以内にここから出て行って、業者を呼んで大掃除するから。それと冷却期間が終わる前に、この数年間私が払った家賃を返して、リフォーム代は計算に入れないわ。残りの合計306万円、1円も減らさないで。なんですって？金まで取る気？美咲、いい加減にしなさいよ。私に渡したんだから、もう私のものよ。返すわけないでしょ。そのお金の名目は、あなたが受け取った8年分の家賃、毎月3万円。でも私が住んでるのは私の家よ。なんで家賃を払う必要があるの？あんたが自発的に払ったんでしょ？は物で脅したわけでもないし。自発的よ。この家が自分のものだと騙して、私に自分が居候だと思わせた。それが自発的。これは今日活用。でたらめ言わないで。この8年間の送金記録は全部あるわ。送金のたびに家賃って書いてある。返さないって言うなら警察に行くわ。詐欺に今日勝つ。自分で罪名を選びなさい。あんた。言ったことはやるわよ。美咲、どこへ行くんだ？サインもしたんだから、ここに残って住めばいい。ここに残って、あなたたちと一つ屋根の下で暮らす。健一。それに、どこに住めって言うの？私の家なのに 4LDK で、一番広い主寝室はあなたのお母さんが使って、次の部屋は私たち、一つはあなたのパソコン部屋で、もう一つは物置部屋。この家に、完全に私のものと言える部屋はある？それから、内装も私がやったし、家具も私が買ったの。3日後に戻ってきて少しでも傷がついてたら、器物損壊で訴えるからね。誰が壊すって言うのよ。言いがかりはやめて。出て行って結構目障りだったんだから。安心して。もう目障りな思いはさせないわ。3日後、出て行かないなら、私が人を呼んで追い出すから。何様なのよ。たかが家一軒じゃない。何がそんなに偉いのよ。圭一！あんたの幼名、どうなってんのよ。私たちを何だと思ってるの？貧乏人扱い？偉そうにして。もういい。黙ってくれないか。母さんが家賃を払えだなんて追い詰めなきゃ、こんなことになったか。私を責めるの？全部この家のため、検事のためなのに、逆に私を責める気？もういい。言うな。荷物をまとめよう。3日後に引っ越す。何の因果なのよ。こんな役立たずの息子を育てて、こんな恩知らずな嫁をもらって、私はなんて不幸なの。今日でテイク、戻ってきていいよ。美咲姉さん、嬉しそうですね。何かいいことでも？別に、ただ、やっと環境が変わるから。引っ越しですか？おめでとうございます。引っ越しじゃなくて、帰るの。8年もいたのに、追い出されるなんて。オーナーの鈴木恵子様、お帰りなさいませ。快適な一日をお過ごしください。居住者の田中健一さん、お帰りなさいませ。快適な一日をお過ごしください。オーナーと居住者か。つまり、新しいシステムのせいで、美咲は疑ったのか。自分がオーナーだと気づいたんだな。なんだって？まさか、このシステムで。なるほどね。このポンコツシステムのせいね。こいつが美咲に教えたんだわ。おかしいと思ったのよ。急に管理組合に調べに行くなんて。このポンコツ機械のせいで台無しじゃない。勝手に何言ってるのよ。誰が家って言ったの？ここに8年も住んでるのよ。この家は私のもの。私のものよ。母さん何やってんだ。やめろ。私が？このポンコツ機械が悪いんでしょ？管理組合に行くわ。弁償してもらうのよ。家をね。あいつらのせいよ。あいつらが勝手にオーナーの情報を流さなければ、美咲にバレるわけないじゃない。もういいだろ。恥ずかしくないのか。恥？
私のどこが恥ずかしいのよ。恥をかくべきなのはあいつらよ。あいつらを訴えてやる。プライバシーの侵害でね。私の家庭を壊した罪でもよ。母さん、目を覚ましてくれよ。このシステムがなくても、美咲にはいずれバレてた。一生騙せると思ってたのか。帰るぞ、これ以上問題を起こすな。やっと自分の家に帰って。ケンイチ、私たちどこに引っ越すの？とりあえずケンジの家に夜会になろう。ケンジの家は60平米しかないわよ。私たち2人も入れれるの？狭くても住むしかない。他に行く当てなんてないだろ。あの300万円、本当に返さなきゃダメ？当たり前だろ、返さなきゃ刑務所行きだ。でもケンジには絶対お金はないわ。あんなにカツカツなんだから。じゃあどうしろって。俺に返せって言うのか。俺が使った金じゃないんだぞ。あんたそれでも兄なの？弟を助けるのは当然でしょ？当然だと。母さんは昔から、いいものは全部ケンジを優先して、家もあいつにやる、金もあいつにやる。その上300万の借金まで俺に返せって。俺は本当にあんたの息子か？何言ってるのよ。2人とも、私の実の子よ。じゃあなんでだ？なんで俺ばかり損しなきゃならない？なんで俺があいつの尻拭いをするんだよ。よく考えてくれよ。何年も前から母さんの面倒を見てるのは俺なんだぞ。それは。今は仕方ないでしょ。あんたが返さないと。本当に、私を刑務所に入れる気？わかった。ケンジのところに行く。この金は、あいつに返させる。あの子にそんな金ないわよ。追い詰めないで。じゃあ俺はどうなるんだ？母さんが最初から、金を渡さなきゃ、こんなことにならなかっただろう。ケンジにはなしてくる。なんとかして、300万を用意させる。じゃないと一家全員終わりだ。兄さん、母さん、なんで来たの？ケンジ、母さん辛いよ。義士の美咲のやつ、血も涙もないんだ。私たちを追い出したんだよ。ケンイチとも離婚して、家もなくなったんだ。なんだって？本当に離婚したの？あの美咲は、本当に血も涙もない。8年も住んでたのに急に手のひらを返すんだから、おまけに3日で出ていけなんて、そうじゃないと捕まえて刑務所に入れるって。ケンジ、母さんと兄さんはもう帰る家がないんだ。あんたを頼るしかないのよ。美咲のやつひどすぎる。たかが家一つじゃないか。そこまで追い詰めることないだろう。母さんはシュートなのに、なんでこんな風に追い出せるんだよ。確かにお姉さん、ひどすぎますね。それで、これからはどうされるおつもりですか？どうするって言うのよ。ここに住まわせてもらうわ。ちょっと狭くてボロいけど、我慢して住むわ。ここに住むって？そうよ。行く当てがないんだから野宿するわけにはいかないでしょ。何？嫌だって言うの？母さん。いや、なわけじゃないんだ。うち、60平米しかないし、寝室も2つだけだから、ハルトも大きくなって、自分の部屋が必要なんだ。余分な部屋なんてないよ。そうですよ、お母さん。私たち3人でモテゼマなのに、ハルトもすぐ学校にはいるし、静かな環境が必要なんです。一緒に住むとなると、勉強に集中できませんよ。お母さん、おばあちゃん、ここに来て一緒に住むの？おばあちゃんの冗談よ。そんなわけないでしょ。嘘だと思うなら聞いてごらん。どういう意味だ？大荷物できたってのに、追い出す気か。お兄さん、何言ってるんですか？追い出すだなんて、本当に場所がないんです。うちもどうしようもなくて、場所がなくて。お前ら家族3人、毎年正月にうちに来て、最低でも1ヶ月は滞在してたろ。去年の夏休みなんか、レイクお前はハルトを連れて、うちに丸半年も居座ったろ。俺は文句一つ言ったか？今、俺が追い出されてきたら場所がないっていうのか？兄さん、それは別だよ。あの時は母さんの家だと思ってたから、息子が母親の家に泊まるのは当たり前じゃないか？そうよ。あれは母さんの家だもの。息子夫婦が数日泊まるくらい当然のことよ。今は違うっていうのか？俺は追い出されたんだぞ。お前ハジツの弟だろうが、数日泊めるのもダメなのか？お母さん、こうしましょう。どうしても行く当てがないなら、ここに住んでください。ハルトの面倒も見てもらえますし、私たちコーワイが親孝行するのは当然ですから。うん。やっぱりあなたは分かってるわ。恩知らずの美咲とは大違いよ。でもお兄さん、いい大人の男性が弟夫婦の家に住み込むなんて、さすがにまずいですよね。実際色々と不便ですし、ご自分で何とかしてもらえます。母さんを住まわせて、俺はダメなのか？
お母さんは目上の方ですから面倒を見るのは当然です。お兄さんは大の男なんだし、5体満足なんだから自分で住む場所を探すくらい難しくないですよね。わかったよ、薄情な奴らだ。長男の俺が家を失って、ここに住む資格もないってことだな。すぐに出て行ってやる。義兄さん、怒らないでください。私たちにもどうしようもないんです。住めないのはいい。だが、300万を返せ。何のことだ？母さんが美咲から取った家賃8年分で、306万。全部お前にやったんだ。今になって美咲が、この金を返さないと詐欺で訴えると言ってる。今日割罪で刑務所行きだ。お前が返すのか？何のことですか？私たちにそんな大金あるわけないでしょう。金を受け取ったのはお前らだ。借金もそっちで返せよ。母さんもそう思ってるのか？ケンジ、母さんにもどうしようもないのよ。あの恩知らずな嫁が金を返さないと私を刑務所に入れるって。母さんもう年だから、そんなの耐えられないわ。だからあんたが金を出してちょうだい。なるほどね。うちに居座るなんておかしいと思ったわ。最初からケンジに借金を返させる気ね。言っとくけど、あんた、なんですって？だから、私たちには無関係よ。お母さんが自分からケンジに押し付けたんでしょ？無理にとは言ってないわ。誰も知らないわよ。あなたが美咲さんから騙し取ったお金だなんて。やめてくれ。なんでよ。お母さん、よく考えて。お金を騙し取ったのも、家を占拠したのもお母さんでしょ？佐藤さんにお金を返せと言われて、私たちに何しろって言うの？そのお金はあんたたちにあげたじゃないか。あげた？はは、親として息子を援助するのは当然でしょ。私たち知らないわよ。出所の怪しいお金だなんて、今になって返すなら自分で返しなさいよ。なんだと？金をもらっておいてとぼける気か？とぼけるって何よ。義兄さん勘違いしないでよ。ひょっぽ譲って。お金を出したのは佐藤さんだし、家だって佐藤さんのものよ。健一さんには関係ないでしょう。私たちはあなたから少しも得なんてしてないわ。お母さんがくれたお金はお母さんのお金よ。どこから来たかなんて私たちは知らないし、責任もないわ。健一さんは知ってたんだから、あなたが何とかしなさいよ。お前ら、それでも人間か？賢明言っとくけど、もし二姉さんと同じように私を扱うつもりなら、ただじゃおか。そんなことしないよ。君は俺のいつまで息子の母親なんだから。それはどうだか。あんたたち田中家には一人いるじゃない。妻を家畜扱いする奴が。ケンジ一つだけ聞く。金は返すのか返さないのか。兄貴、本当に金がないんだ。自分で何とかしてくれよ。そうか、返さないんだな。なら全員で刑務所行きだ。ケンイチ、何バカなこと言ってるの？バカなことじゃない。金を受け取ったのも、家に住んでるのも母さんだ。警察が真っ先に捕まえるのは母さんだぞ。その時は、親戚10に言いふらしてやる。ケンジが金を惜しんで、実の親を刑務所に入れたってな。あんた、デタラメ言わないで。うちには関係ないでしょ。君が決めることじゃない。警察が家に来て、ご近所さんに見られて親戚10に知れ渡ったら、お前らどうかお向けする気だ。ケンジ、母さん刑務所には入りたくないわ。母さんを見捨てないで。ずっとあなたに尽くしてきたじゃない。いいものは全部あなたにやってきたのよ。母さんを見殺しにしないで。責任のがれしないでよ。私は知らないとでも？この8年、美咲さんの世話になり家にタダで住んで、自分の給料には1円も手をつけてないでしょ？ 8 年分なら大金が溜まってるはずよ。返すならあんたが返しなさいよ。ケンイチ、貯金があったの？いくらあるの？あの300万を返せるの？足りるなら早く出しなさい。母さん何言ってるんだよ。あれは俺の全財産だぞ。自分で稼いだ金だぞ。それがどうしたの？まさか本当に母さんが捕まるのを見過ごす気？でもあの300万は俺は1円も使ってないのになんで？私が母親で、ケンジが私はお前の母親だよ。親孝行して当然だ。ケンジはお前の弟なんだ。当たり前だろ。だから、俺はあんたたちの馬車馬になって、一生搾取され続けろっていうのか。母さん、俺だってあんたの息子だろ、美咲。なんでそんな風に思うんだ？俺の妻なんだから、家事をして、親孝行するのは当たり前じゃないか。家のことで、全部俺のせいにするなよ。当たり前？そうね。家が私のものだってことは置いておいて、私だってあなたと同じように働いてるじゃない。同じように働いてるのに、どうして私が家事を全部やらなきゃいけないの？あなたの仕事の方が偉いから？それとも、あなた自身の方が偉いから？そういう意味じゃない。それにあれはあなたの母親よ。親。孝行するなら息子であるあなたがするべきでしょ？
なんで当たり前のように私に押し付けるの？一日だって育ててもらったことないのに。どうして私が毎月3万日元を渡して次男の炎上させなきゃいけないの？私だって人間よ。どうして田中家のために馬車馬のように働いて一生搾取されなきゃいけないの？そうか。美咲はこんな気持ちだったのか。ずっと俺を大切にしてくれたのは美咲だけだった。今あんたたちが俺にしていることを、俺は美咲に8年もやってたのか。笑えるな。俺はこの家のために、この家族のために8年間も妻を騙し、8年間も傷つけてきた。でも今はどうだ。俺には何も残ってない。妻も失い、家も失い、家族も失った。ゆなさん、お願いします。家全体の大掃除です。隅から隅まで見落とさないでください。特に主寝室とあのパソコン部や中も外も綺麗にしてくださいね。お任せください。私たちプロですから。後でこれらの気に入らないか、グハ全部買い替えよう。ここのものは全部片付けてください。服も布団も写真も、何も残さないで車の中で消毒をして。わかりました。これらのものはどうしましょうか？全部捨ててください。この部屋、彼が絶対に入れさせてくれなくて。自分のプライベート空間だとか言って。ここも徹底的に掃除と消毒をお願いします。個人的なものは全部捨ててください。この部屋はこれから私のクローゼットにします。かしこまりました。この8年間で初めて感じたわ。この部屋がこんなに明るいって。この家本当にいいですね。日当たりも間取りも良くて、今は結構高いらしいですね。ええ、これは父が買ってくれた家なの。さすがに見る目があるわ。あらまあ、本当に恵まれてますね。なんで来たの？パスワード書いたのか？中に総員が見えたけど。おう、掃除してるの。ちょうどあったわ。あんたとお母さんの荷物が。まだいるの？いるなら持ってって。いらないなら捨てるから。一体何しに来たの？離婚協議書もサインしたし、入金はまだだけど、お金を返しに来たの。美咲、俺、謝りたくて来たんだ。謝る？健一、今更謝るの？今何を言っても無駄なのは分かってる。でも、どうしても言いたかった。君の言う通りだ。俺が主犯だった。あの時は、家を隠しておけば、君は俺を頼ってくれて離れていかないと思ってた。検事派実の弟だ。名義をあいつに変えれば、家は田中家のもので、君もずっと田中家の人間でいてくれる。そうすれば、君の前に立っても、もう引け目を感じずに済むって。家族だから、味方でいてくれると思ってた。でも今はっきり分かった。誰も俺のことなんて気にしてない。母さんが気にかけるのは検事だけ。検事派自分のことだけだ。俺はただ、奴らに利用されただけだった。それで、今日は、それを言いに来たの？俺が本当に反省してるって伝えたかったんだ。この8年。あんな態度を取るべきじゃなかった。とことん搾取されて利用されるのが、こんなに辛いなんて。美咲ちゃん。もういいわ、健一。あんたの懺悔なんていらない。今更目が覚めたところで、私には何の役に。今になって反省してるのは、お母さんと弟に見捨てられたからよ。やっと気づいたのね。自分には何もないって。もし彼らが受け入れてたら、ここに来てこんなこと言った？言わないわ。ずっと彼らと結託して、私を責め続けたはずよ。だから、心から悔いてるなんて言わないで、ただ行き場がないだけじゃない。君の言う通りだ。全部君の言う通りだ。でも俺たち本当に、もうチャンスはないのか。心の底から反省してるんだ。誓うよ。これからは絶対大切にする。美咲ちゃん、もう一度だけ信じてくれ。お願いだ。言ったはずよ。この8年間チャンスは何度もあったのに、あなたは全て無駄にした。もうないの。何を言っても無駄よ。でも俺は本当に離婚したくないんだ。美咲ちゃん、土下座するからもう一度チャンスをくれないか。本当に。これが最後だ。俺には君しかいないんだよ。ないわ。微塵もない。健一、
私が今望むのはあなたが早くお金を返すこと。そして、二度と会わないことよ。どうしてだよ。なぜそんなに冷たいんだ。この8年間は私にとってトラウマで、夜中に悪夢を見て飛び起きるほどなの。だから、絶対に許さないわ。悪夢を作った張本人を。健一、8年も夫婦だったのよ。私はこの8年間、あなたに狩りはないと思ってる。だから私は、ただ取り戻したいの。自分の当然の権利をね。もしあなたに少しでも良心があるなら、私の足を引っ張らないで。私はもっと幸せになるの。これいいわね。大きくて、リビングに置いても良さそう。お姉さん。美咲さん。奇遇ね。あなたもカゴを見に来たの？ちょっと待ってよ。少し話したいだけよ。話すことなんてないわ。せっかく会ったんだから、私たち、なんだかんだで8年もぎりの姉妹だったじゃない。座って話すくらいいいでしょ？知らないと思うけど、うちなんて60平米で部屋は2つだけなの。ハルトの部屋と私たちの部屋よ。お母さんがうちに住み始めてからハルトと一緒に寝てたけど、本当に狭すぎて、仕方ないから簡易ベッドを買いに来たの。とりあえずそれで我慢よ。元シュートのことなんて興味ないわ。そりゃ興味ないわよね。これからはもう奴隷みたいに尽くさなくていいし、気楽なもんでしょ。でもあっちがあなたみたいに何でもすると思ったら、それは大間違いよ。家ではいつもケンジが私の世話をしてるの。面倒見てほしいなら自分の息子を使えばいいのよ。狩りなんてないんだから。家を取り戻してから、やっと気づいたことを。彼女は最初から分かってたんだ。聞いてよ、お母さん。うちに来て数日だけど、まだあなたの家にいると勘違いしてるみたい。寝るときはシルクがいいとか、と入れは水仙じゃないととか、ケンジをそそのかしてソファまで買い替えようとするの。うちの家系じゃそんな余裕ないのに。まったく。はぁ、もういいわ。この話はやめよう。そういえば、本当にお兄さん取り婚するの？英子さん。その300万なんだけど、本当に返させるつもり？それが私を呼び出した本当の目的でしょ。何？返したくないの？返したくないって何よ。そのお金は私とケンジには関係ないわ。美咲さん、正直に言うわ。その300万、うちじゃ本当に出せないの。わかってるでしょ。ケンジの給料は安いし、私は子育てもあるし、ハルトの学校でお金がかかるの。私には関係ないでしょ。でも私たちが要求したんじゃない。お母さんがくれたの。知るわけないでしょ。あなたのお金だなんて。でも実際にお金を使ったのはあなたたちでしょ。美咲さん、無茶言わないでよ。家族さんにカツカツの生活なのよ。300万も出せだなんて、私たちに死ねって言うの？玲子さん、勘違いしないで。その300万が私が8年かけて貯めた血と汗の結晶よ。自分の家なのに8年も家賃を払って奴隷のように8年働いたの。自分の金を取り戻すのは当然の権利よ。誰がそのお金を返すかはどうでもいいわ。お母さんか健一かあなたたちか。それは田中家の問題よ。お金さえ戻れ。いいわ、はっきり言うけど。最初私たちはあの家はお母さんのだと思ってたの。お母さんはあなたたちと住んでたし、たとえ私たちが60平米のボロアパートにいても、一度も要求したことないでしょ？あの家に住まわせろって。ええ。ただ毎年に3ヶ月泊まりに来て、私に洗濯や料理、子守りをさせてただけね。それはあなたが勝手にやったんでしょ？とにかくあのお金はお母さんが私たちに個人的に援助してくれたものよ。お金が欲しいならお母さんに言って。でも、もしケンジが1円でもあなたに渡そうとしたら、それは私たちの夫婦の共有上産を勝手に使ったってことで、私はすぐに離婚してお金を取り戻すわ。何笑ってんの？なんでもない。ただ急に気づいたの。あなたは私とは違うって。当たり前でしょ。彼女はじこ中だけど、ちゃっかりしてる。絶対に損はしない。争うときは争うし、求めるものは求める。切れるときは容赦ない。田中家に良いでから。彼女は多分理不尽な目に遭ってないわよね。それに比べて私は。あなたがどうしようとかってよ。でも一つ言っておくわ。もしお金は返ってこなければ、私が追求するのは田中勝子よ。あなたには関係ない。
じゃあお母さんが返せなくて本当に刑務所に入れられたら、それも困るわ。私とケンジの評判が。じゃあ、あなたが代わりに返して。無理よ。じゃあ他に言うことある？上司に乗らないで、お金も体裁も守る気？本当にね。離婚を決心してからまるで別人のよう。生き生きしてるし、心まで冷たくなった。そう言われたのは初めてじゃないわ。昔のあなたはバカだったわね。田中家のために馬車馬のように働いて、文句一つ言わずに尽くして、それなのに向こうはあなたのことなんて眼中にない。あんな生活をよく8年も続けられたわね。人生失敗しすぎよ。冗談よ。でもあなたの言う通りだわ。この8年間。確かに私の人生は失敗だったわ。そういう意味じゃ。いいわけはいいわ。認めるから。昔の私は確かに同情する価値もない。本当のところ、離婚したあなたが羨ましいわ。家も取り戻したし、離婚もできたし、これからはもうダメ夫2こき使われることも、意地悪な姑に威張られることもない。これからのあなたの幸せな日々を思うと、本当に焼けちゃうわ。自分で選んだことでしょ。世話したくないなら、そうしたいけど、どこへ行かせるの？それに、ここ数年で300万円ももらったし、お金は確かに使ったから。だからって本当に手のひらは返せないわ。もしもし、ユミちゃん。いつ帰ってくるの？ハルトがお腹空いたって。ご飯も作れないの？わからないわよ。ガスコンロの使い方が。調べればいいでしょ。私の家に住んで、私のお金を使って。なのに何でも、私にやらせる気。ただ飯を食う気なの？今日ご飯を作ってた時、手を切っちゃって、血がたくさん出たの。次から気をつけろよ。食ったから部屋に戻る。お母さん、手に傷があって、洗い物ができないんです。今夜だけ洗ってもらえませんか？自分が気をつけないからでしょ？手を怪我したからって、姑である。私にはたらけって言うの？いいご新聞ね。私の家に住んで、私にやらせる気？このままずっと、ただ飯を食う気なの？そういう意味じゃ、もういいです。手袋をして洗います。多分、これが因果応報ってやつね。悪人は悪人に懲らしめられるのね。来たか。この中に500万円は言ってる。300万円は母さんが滞納した家賃で、残りの200万円は俺からの償いだ。償い。この8年間の君の苦労は200万円なんかじゃ償いきれないけど。でも、これだけしかないんだ。今まで貯めた給料が全部は言ってる。わかってる。このお金じゃ君の8年間の青春も父さんが残した手紙も取り戻せないって。でも、俺にできるのはこれだけなんだ。わかったわ。受け取るわ。美咲、すまない。この8年、本当にすまなかった。君に隠し事をして、家賃まで払わせて、母さんの振る舞いも止めずに、俺は。ゲルストルスとは簡単に言えないわ。許せなくて当然だ、当然だよ。でも今日、ここに立って、このカードを渡して、謝ってくれた。夫として、離婚する今日になってようやく、少しは責任感を見せてくれたね。ありがとう。受け取ってくれてありがとう。あの時、俺たちもこうだったな。震えないでよ。震えると結べないじゃない。震えてないよ。俺はただ。美咲ちゃん、緊張してる？ちょっとね。あなたは？俺はすっごく緊張してる。でも嬉しいんだ。はい、できた。私も嬉しいよ。美咲、君を一生大切にする誓うよ。うん、信じてる。あの時、俺たちは誓った。一生本気だったんだ。あの日言ったことは、
どの言葉も本心だったんだ。信じてる。あの言葉を言った時は本心だったって。あなたが本当に私と一生を過ごす気だったってことも。でもあの日の前にすでに権利書を隠してたじゃない。だから健一、あなたの真心はあの日しか通用しないのよ。ごめん。俺あの時は本当に。あなたの真心は信じてる。でも真心は移ろいやすいの。行きましょう。私たちの番よ。わかった。離婚しよう。これからはどうするんだ？しっかり仕事して、しっかり生活するわ。父さんが残してくれた家を私の理想の形にも両替するの。ああ、そうだ。犬も飼いたいな。私、本当は子犬が大好きなの。でもお母さんが反対してたから。ごめん。もう過ぎたことよ。どうでもいいの。これからはまた結婚する気はあるのか？もちろんあるわ。今でも真心は信じてるし、結婚も信じてる。ただ次は、もう二度と自分の家を他人に預けたりしないわ。じゃあ、俺みたいな男はもう選ぶなよ。わかってる、健一。元気で。健一、やっと電話に出てくれたわね。早く来て、お母さんを助けて。今度はどうしたんだ？あの恩知らずの玲子が、私をいじめるの、世話もしてくれない。健一、早く来てちょうだい。餓死そうよ。わかった。今から行く。私はなんて不幸なの。あの恩知らずの玲子が、ほったらかしなのよ。一体どうしたんだ？今日歯具合が悪くて、玲子にご飯を作れなかったの。そしたら玲子は、ケンジとハルトを連れて外食に行ったの。私を家に置き去りにして、丸一日よ。一口もご飯を食べてないの。この家を見てよ。こんなに狭くてボロボロで。ここじゃ振り返るのすら一苦労よ。玲子は毎日嫌な顔するし、一体どんな生活なのよ。今になってやっとわかったわ。嫁をもらうなら、美咲ちゃんみたいな子じゃないとダメね。あれこそ本当の嫁よ。玲子とは大違いだわ。健一、お母さんももう限界よ。いっそのこと、あなたから美咲ちゃんのところに行って、彼女にお願いしてよ。私を家に戻してって、私が謝るから。土下座して謝ったって。帰る。どこへ？あの大きな家よ。私たちの家じゃない。8年も住んだのよ。これは何？さっき受け取ったんだ。俺と美咲はもう離婚した。本当に離婚したの？どうして離婚なんか？なぜだと思う？離婚なんて絶対にダメ！ケイチ、もう一度頼み込んで！離婚しちゃダメよ！頼む？土下座だってした。無駄だった。8年だ。俺たちは8年も彼女を騙し、父親が残した家を8年も乗っ取ったんだ。彼女は8年も奴隷のように尽くしてくれたんだ。母さん、まだ許してくれると思うか？じゃあどうするの？まさか私にずっとこんなボロ屋に住めって言うの？レイコのあの態度を見てよ。私を人間扱いしないのよ。もう耐えられないわ。耐えられない。自分で選んだことだろう。一生そうやって選んできたんだ。いいものは全部ケンジにやって、家もあいつに、金もあいつに。今あいつの家に住んで、少し辛い思いをしたくらいで耐えられないだと。あれは仕方なかったのよ。仕方なかった？母さん。昔からずっと母さんの目にはケンジしかいなかった。俺は一体美咲に寄生して血を吸い、金を全部ケンジに継いできたのに、今、玲子にいじめられたら俺を思い出したのか。
でもお前は、母さんの実の子よ。今になって実の子だって言うのかよ。あの時美咲の家賃を全部ケンジに渡した時、なんで少しでも実の子だって思わなかったんだ。家をケンジに名義変更しろって言った時、なんで少しでも実の子だって思わなかったんだ。じゃあ母さんはどうすればいいの？死ねって言うの？母さんよく聞け。毎月振り込む数千円の不要料をな。法律で定められた分は 0.1 円も減らさない。それ以外はもう俺に頼るな。あんた、何言ってるの？あの時ケンジを選んだんだ。これからは、あいつと仲良く暮らせよ。俺はあの300万を返して、今は一文なしだ。もう母さんを養えない。健一、母さんを見捨てないで。もう一人息子がいるだろう。そいつのところへ行け。兄さん、なんでここに？決まってるでしょ。お母さんに呼ばれたのよ。私の文句でもいいわねお母さん。本当にすごいわ。こっちはご馳走してあげてるのに、あなたは外で兄さんに私の悪口を言うなんて。私、田中玲子が言わせてもらうわ。私の名誉を傷つけようったって、そうはいかないわよ。今日私を一人家に置き去りにして、お腹を空かせたじゃない。私の言ったこと、間違ってる？兄さん、お母さんなんて言ったの？母さんは君たちが外食に行って、自分を家に置き去りにして、一日中何も食べてないって。違うよ。おばあちゃんがわざとお母さんを怒らせたんだ。お母さんが生姜を食べられないのを知ってるのに、何日も続けて料理に生姜を入れたんだよ。しかも千切りにして取り除けないようにしたんだ。お母さん、3日も我慢したけど、今日はもう我慢できなくて端を叩きつけて出て行ったんだ。聞いたでしょ？兄さん聞いてよ。これがお母さんのやったことよ。生姜がダメって知ってて毎食入れるんだから。お母さんはそうやって細かいことで私に嫌がらせして操りたいのよ。私から自発的にもう料理はいいと言わせて、佐藤美咲のようにただの家政婦にして言いなりにさせる気でしょ。言っておくけど、私は美咲さんほど母さん、本当にもういい。俺には関係ない。健一！お兄さん、見てたでしょ？このお荷物、私には無理です。早く連れて帰ってください。連れて帰る？どこへ？俺は今パート暮らしだ。稼ぎも少ないし、自分の生活で精一杯だ。どうやって養うんだ？それに。母さんが自分で選んだんだろう。ずっとひいきしてきたケンジをな。これからはあいつと暮らせ。ケイチ、見捨てないでよ。母さんが悪かったわ。あんなことするんじゃなかった。連れてってよ。もう遅い。ここでおとなしくしてろ。何の罰が当たったのよ。息子には捨てられ、嫁にはいじめられ。私の人生なんて不幸なの。お母さん、いつ出て行くの？私を追い出す気？どこに行くんだよ。5000万に遅延の家があるでしょ？ああ、亡くなったんだった。あれは美咲さんのだったわね。ケンジ言っておくけど、このままの生活が続くなら、遅かれ早かれうちは崩壊するわ。お母さんを追い出すか、私取り婚するかよ。ケンジ！どうしてこんなことに？おかしいわ。私は今頃、美咲の沖縄家に住んで、2人の息子に世話される良い暮らしをしてるはずなのに、美咲！お客さん、この棚はここでいいですか？ええ、そこでお願い。ご苦労様。じゃあ、この古い棚はどうします？それは田中和子が選んだの。あの人が好きでね。だから8年も使ったわ。月に処分してちょうだい。捨ててもいいし、売ってもいいわ。了解っす。やっと私の家らしくなった。以前は毎日仕事帰りに床拭き、皿洗い、机拭き。全部でに3時間かかったわ。週末はさらに大掃除で腰が立たないほど疲れた。でもこんなこと、数万円の機械を買えば解決できたのね。私は8年間も安い労働力だったわ。以前はずっと思ってた。この家は私のものじゃないって。
ここに住んでいても居候みたいだって。でも今はわかるわ。ここはずっと私の家だったって。お父さん、見て。私、今すごく幸せよ。この街の明かりの一つが